で私ずっと一人だったので、親友がいることによって寂しさを紛らわしてもらえるとか、何でも話せるとかっていうことのメリットと、親友がいることによるデメリットって考えた時に、なんだと、親友がいたら逆に困るじゃんっていう結論を出したんです。親友がいない、親友が欲しいっていうことですね。24歳女性、フリーターの人です。よく遊ぶ友達が5人5、6人ほどはいます。でも全てをさらけ出せる関係の友達はいない。だからこの人なら何でもさらけ出せる、何でも言える、この人だけは心から信じられるという親友が欲しい。でどうしたら友達、親友と呼べる関係の友達を作ることができるのか、それからみんな親友と呼べる人がいるんでしょうかっていうお悩みです。具体的な心の症状としては、友達がいて友達と悩み相談はできる、悩みを聞いてもらったりすることできるけれども、やっぱり親友に悩みを打ち明けて親身になって聞いてもらってるっていう感覚がないんだと思うんですね。で友達がいて一緒に遊んで、でも家に帰るとすごく疲れるということは、よっぽど気を使ってその友達に親友っていう感覚じゃなくて、一生懸命友達っていう関係を保とうとして無理してるっていう感じがあるんだと思うんですね。友人の結婚式に出て、結婚式のスピーチでよく女の子が親友の誰々さんのスピーチですとかって言って、新婦のお友達が出てきて、で幼稚園の時からの幼なじみでみたいなね話がとか、何でも分かり合える友達、結婚しても美奈子これからもずっと友達ねっていうシーンがありますよね。であのシーンを直接見ると、もう羨ましい、自分は親友がいないから羨ましいを飛び越して、むしろ嫉妬ね、もうはいいな、畜生というか分かりませんけど、そんな気持ちがあると。でやっぱりそういう友達がいないっていうことは、自分に問題があるんじゃないかっていうふうにして感じてるということです。で、そういう友達ができないのは、自分が人に悩みを見せないからそうなってるのかなっていう、いろいろとそういったことを、親友ができないということに関して、ああでもないこうでもないっていうことをね考えて、自分も親友が欲しいなっていうことですね。この人の問題、2つこの質問からを見た限りで2つ問題点を感じます。で一つは、これはこの人だけじゃなくて、多分女の人だったら誰でもあるのかもしれませんけど、多くの人持ってると思うんですけど、一つはね、結婚式神話を持ってるっていうことですね。で多分親友ができないっていうことを、このお悩みの上がってきたお悩みの中にもある通り、やっぱり親友ができないっていうことを、友達はいるけど親友と呼べる人がいないっていう、どっかでちょっと一人ぼっちだなっていう感じが友達と遊んでながらあるっていうね、自分には親友がいないなっていう感覚があるって、いうことをより多分女性が意識するのが多分結婚式の時、ね、なのでそれが具体的に書いてあると思うんですよ。結婚式で自分の友達の中からこの親友に話をしてほしいっていう。だから24歳なんでいろいろ結婚のこととかも少しずつ考えたりとか多分すると思うんですね。でそれを想像した時に、女性にとって結婚式っていうのはもう本当に人生の中で一つのちっちゃい時から憧れ描いてきた結婚式っていう一つの舞台はものすごい特別なものなんですよね、おそらくね。なのでそれを自分の結婚式の時に親友の誰々みたいなね、スピーチをしてほしいっていう、そういう絵がもう多分あるんだと思うんです。ってなった時に、そこへ立って話をしてくれる人が自分にはいない、役者が一人いないっていうことですね。で、当然結婚式に対して女性が憧れを描くっていうのは、持つっていうのは当然だと思うんですけど、結婚式
ねよく結婚した女性から聞くんですけど、結婚はもういいかなと、ただ結婚式はまたやりたいって。でこれ結婚式神話っていうのを読んでるんですけど、とにかくね結婚式に関してのイメージっていうものを知らないうちに強くしてしまうと、当然結婚する意識する時期になればそうだと思いますけど、結婚式っていうのは一つの、結婚生活とか人生の中の本当に一つの大きなイベントではありますが、通過点でしかないので、結婚式でスピーチをしてる親友がスピーチをしてるシーンを見て、それに対して強烈な嫉妬を感じるっていうのは、もうまさにそういう状況が羨ましくてしょうがない。つまり結婚式に対しての幸せなイメージに対してのその神話が強すぎるんですね。だから当然憧れを持ってもらうのは全然いいと思うし、それを持つなっていうこともできないですけど、結婚式はあくまで通過点で、そこで話をしてくれる友人がいなければいけない、いてほしいっていう思いが強いと、多分友達に対するイメージとか友達作りっていうことにまで影響を及ぼしてしまうので、結果としてそこで話をしてくれる人が出てくるっていうのはいいことだと思いますけども、ちょっとね結婚式に関しての神話っていうのはもう捨てた方がいいですよね。捨てるというか、結婚式っていうものを前提に友達を考えるっていうことを本末転倒なことが起きちゃうので、結婚式は結婚式でこんな結婚式やりたいなっていう理想はあってもいいけど、そこに対してあんまり自分をね、登場人物としてこうぐーっと想像しすぎない方がいいかなと思ってます。もう一個ちょっとこれが本質的なところなんですけど、問題2つ目思うんですけども、親友神話を持ってるっていうことですね。親友神話を持ってる、要するに親友っていうものがいることがいいことだっていう理解ですね。そういう憧れを持ってる。で、私も小さい時からどっか変わり者だったのかも分かりませんけど、友達が欲しいっていう気持ちは昔は強烈にありました。なのでこの人の言ってるその親友が欲しいっていうのはすごくよく分かるんですよ。でも親友が欲しいって言って親友ができるものじゃないし、自分はこの人親友って思ってても向こうはそう思ってないっていうケースがいっぱいありますよね。私いつもこの親友とか友達の話の相談聞くと思い出すことがあって、それは小学校の時に、生徒会長してたんですよ。で生徒会長って立派だから生徒会長してたわけじゃなくて、ノーと言えない人なので人だったので、みんな生徒会長めんどくさいしやりたくないっていう中でね、やったらいいんじゃないって言われて、ああそうだそうだお前いいじゃんって言われるとやらなきゃいけない気がして、なんか気が付いたら生徒会長になってたっていう生徒会長なんです。その立派な生徒会長では決してないっていう。それで小学校6年生の時に修学旅行っていうのがあるんですよ。修学旅行ね。で修学旅行に行ったんですよね。で修学旅行、京都奈良だったと思いますね。私は愛知県なんですけど、京都奈良が修学旅行だったんですけど、その時にね先生がもうこれ修学旅行だからバスの席決めをする時に自分の仲のいい、自分がこの人と隣になりたいっていう席順で座っていいよって言って、で誰と席順になるかっていうのをみんなね、じゃあ、それを決めようっていうことで、ものすごい盛り上がるんですよ。なんですかね、班とかね席って決められてるじゃないですか学校で。それを自分の好きな友達と一緒にペアになっていいって言ったら、子どもたちにとったらもうすごい嬉しいんですよ。でもクラス中湧いてわーって言って、うわー最高最高やったラッキーみたいな感じでね、子どもたちも盛り上がるわけです、クラスが。それでもう僕も嬉しかったんですよね。あそうなのって。で僕の仲のいい友達の親友の愛くんっていう子がいたんですけど、愛くんと一緒に友達になれるねと思って、でこう見るわけですよお互い、ね、で愛くんの方見たら愛くんは僕の方見てないで、違うことを抱き合って喜んでるんですよ。であんな辛いというか、いまだに思い出すけど、あんな悲しい思い出ないですよね。好きな人と席一緒になっていいよって言われて、おっしゃーと思って、絶対向こうもこっちを選ぶと思ってて、で見たら違うことすでに抱き合って喜んで飛び上がってるんですよね。
なのでその悔しいやら悲しいやらっていう気持ちを表に出さないようにして、まあねって誰にしようかなみたいなものを考えてるふりをしてたって。で最終的にそうやってボン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 みんなクラスの中で友達隣の席になる人が決まってってしまって、で最後ペアができなかった子がいたんです。でその子と結果的に僕はペアになって修学旅行6年生小学校最後の思い出をその子と一緒に旅をしたわけです、隣のバスでね。でその子っていうのが今でいう特殊学級っていうのかなの子なんですよ。ちょっとなんていうんですかね、ちょっとこうクラスの中でもそういう意味で浮いた存在ですね。でちょっとこう今でいう知的障害みたいなね、そんなことを今言っちゃいけないかもしれないけど知的障害みたいな側面があった子だったんです。それで先生がじゃあ一人残っちゃったので、その子はね残っちゃったので、じゃあこの子と一緒にペアになる人ともう僕しかいないわけですよ。ではいって言ったらさすが生徒会長だなって言われて、さすが生徒会長ってって言いながら、そうですさすが生徒会長ですって言いながら、嫌じゃないんですよ、ね、別にその子と隣の席になるの嫌じゃない。それ以上に自分が親友だと思ってた人が向こうにとってみたら僕は親友じゃなかった、僕はその子のこと親友だと思ってたのに向こうからしてみたら僕は親友ではなかったっていうことのショックの方が大きくて、修学旅行何にも楽しくなかったですね。その隣になった子には何の害もない、その子は悪いわけじゃないです、一切悪いわけじゃなくてないんですけど、でも、その思い出っていうのは今でも懐かしく思い出しますね。なのでそれ以降自分は一人なんだっていうことを逆に決めて生きてきたので、自分がこの人親友と思っててその人が親友じゃなかったっていうことに対してあまり裏切られたって気持ちもないし、逆にその親友を作ろうっていうそういう気持ちもないまま育ってきたので、逆に友達って言っていいよねって、特に私の場合は男なのでねあれですけど、女性の場合はやっぱり友達とか親友とか余計大事にすると思いますから、そんな苦しさはあると思います。で親友と呼べる人が、私もいなかったものとしてね、冷静に親友神話について考えてみようと思った時に、